ボンジュール、セーヌの源流をめぐる旅、その旅の続きをお話しいたします。老人の後ろ姿を見送ってから、私は再び少し歩いてみることにしました。その前にそろそろフィルムを入れ替えた方がいいかもしれないと、カメラの裏蓋の窓に目をやったとき、ヒヤッとしました。そんなはずはないと、フィルムの巻き戻しノブを操作しようとしましたが、全く手応えがありません。なんとフィルムが入っていなかったのです。当時私が使っていたカメラはニコンの F4。デジカメが出始めたとはいえ、まだまだフィルムのカメラが優勢だったということは以前にもお話ししました。富士のプロビアという 35mm のカラーフィルムを日本から大量に買ってきては大事に使っていた時代です。今でもそうですが、カメラ機材はフランスよりも日本の方が選択肢が豊富で、当時フィルムなどは特に日本で安く手に入れることができたのです。1本のフィルムで撮れる写真の枚数は36枚。デジカメのように液晶画面でいちいち確認しながら撮影するなんてことはもちろんありえなくて、フィルムを現像所に預けて、それが上がってくるまでどんな写真が撮れているのかはわからないという時代でした。それにしてもフィルムそのものが入ってなかったとは。せっかく温まった体が一瞬で凍ってしまいそうです。カメラバッグの中を見ると、撮影済みのフィルムが2本は入っています。一体どのあたりから空のカメラで撮っていたのか。太陽が森の上から差している今、泉の水面は数段明るくなり、周りの草も木々も先ほどまでのどこか眠たげな雰囲気とは違って、からりと晴れた風景になっています。よく言われることですが、写真はその一瞬を捉えるもの。同じ場所を同じ構図で撮っていても、全く同じ写真というのはありません。空は明るいのに、森の奥にはまだ光が差さないあの時間。頭の中で声にならない独り言を並べながら泉に向き合っていた時間を形として残すことができなかったのです。カメラにフィルムを入れ忘れたという失態は、私の人生では後にも先にもこの一回だけです。それにしてもどうしてよりによってセーヌの源流でこんなことになったのか。あの夢うつつの時間を取り逃したということは、せっかくここまでやってきたことにぽっかり穴が開いてしまったようです。魔が差すというのは悪いことをしでかすときに使う言葉ですけれど、邪悪という意味ではなくて、善でも悪でもない何か不思議な力がそこに漂っていて、私はもしかしたらその力にちょっとからかわれているのかもしれないと思えてきました。
もしかしたらセーヌの源流を撮影するのはこれで完了とはいかなくて、また来なくてはいけないということ？辺りを見回しますが、答えが聞こえるはずもありません。さて、私をディジョンから運んできてくれた路線バスは1日に3往復。朝、昼、そして晩の3回だけです。ディジョンに戻るための次のバスは午後1時10分頃にさっき降ろしてもらったところを通るはずですから、ここを12時過ぎくらいに出発すれば大丈夫なはずです。時計を見るとまだ9時15分。時間は十分あります。気を取り直してカメラにフィルムを入れ、緑の泉の周りをもう一度歩くことにします。そうしてしばらく撮影のやり直しをしていると、土手の上の一本道で車が止まる音がしました。バタンとドアが閉まる音、そして人の話し声もかすかに木立にこだましているのが聞こえます。声の主は2人。初老のカップルがヨーロッパ逃避のもとから女神様へと続く小道をたどって歩いてきます。洞窟の前まで来て、二人はお互いに写真を撮り合ったりするのを私は泉の対岸の方から眺めています。さっきの老人が言っていた通りです。セーヌの源流を訪れる人たちがこうして三々午後やってくる時間になっていたのでした。その二人はひとしきり女神様のいる洞窟を覗き込んだりしながら記念写真を撮った後、緑の泉をぐるりと巡る形で小道の続きを歩いて私のいる方に近づいてきます。ボンジュール。すれ違うとき、どちらからともなく挨拶を交わします。山歩きでそうするのと同じです。私は小道で止まったままですが、彼らはそのまま歩いていきます。そして少し離れてから私の方を振り返ったようなところを見ると、こんなところでアジア人の女が一人で何をしてんだろうと、珍しいものを見たような気持ちなんだろうと想像できます。彼らはベンチに腰掛けることもなく、泉を2周3周することもなく、一巡りして源流域を後にします。そしてほどなくエンジン音がして車は去って行きました。ご老人の家を訪ねてみよう、そう思いました。バスの時間までまだまだずいぶんありますし、ご老人がせっかく誘ってくれたのですから、そのお誘いに乗らない手はありません。好奇心を水先案内人にすることにしましょう。